コーヒー一杯でなぜ店員の給料と僕の人間性まで決めるのだ。日本から帰った初日だ。眠気を覚ます一杯だけ買うつもりだった。カードを当てれば終了なのだ。海外のカフェも意外と簡単なのだ。その安心は早すぎるわ。注文は終わったけれど、審判はこれからよ。支払いを待っていたら、店員が決済画面を僕の側へ向けてきた。まだ会計が終わってないのだ。画面に候補が並んでいるのだ。複数のチップ候補と、チップなし、僕の指だけが動かなくなった。現実を見なさい。これは寄付ではなく、公開形式の踏み絵だわ。背後には次の客がいる。正面の店員は、ただ静かに待っている。金額を選ぶだけなのに、善人かどうかまで提出する気分なのだ。米国では2025年5月12日に料金表示をめぐる規則が発行したわ。直接の対象はライブイベント券と短期宿泊、カフェ一般ではないの。税など一部の費用は条件を満たせば後から示せる場合もあるわ。つまりこのチップ画面を消してくれる規則ではないのだ。怖いのだ。彼を苦しめたのは金額ではない。日本で忘れたある感情だったのよ。まず会計を分解するわ。最初に商品やサービスの表示価格がある。次に地域ごとの売上税。その後に店舗固有の料金が加わる場合がある。さらに任意のチップまたは自動の料金を経てようやく最終額よ。コーヒーより先に社会制度を丸ごと注文してしまった気分なのだ。僕が知りたいのは、今いくら払えばこの取引が終わるかだけなんだ。ところが米国全土に同じ税率や料金慣行があるわけではないわ。州、自治体、業態、店舗によって税もサービス料も賃金制度も違う。米労働省の州別資料でもチップ労働者の賃金規則には差があるわ。旅行者が一杯ごとに地域ルールを解読するのは無理なのだ。そこでピュー研究所が2023年8月に行った調査を見ましょう。対象は米国の成人11,945人。72% が変化を感じていた。5年前より多くの場所でチップを期待されるようになったという回答よ。72% なら僕だけが臆病で固まったわけではないのだ。払うべきかの判断が非常にまたは極めて簡単という人は 34%、 いくら払うかの判断を簡単とした人はさらに低い 33% よ。店側が推奨額を示すことには 40% が反対、 24% が賛成。コーヒー購入時に常にまたは頻繁に払う人は 25% だったわ。毎回払う人だけの世界ではない。それでも画面の前では答えを求められる。30歳未満では 38% が選択より義務に近いと答えているわ。ただし統計は個人の心を断定しない、圧力を考える補助線に過ぎないの。日本ならカードを当てた時点で僕の役目は終わっていたはずだ。ここでは今から僕が善人かどうかを自分で選ぶことになるのか。商品はもう受け取ったのだ。なのに心だけまだ会計中なのだ。広報をしても押さなくてもその理由を自分に説明することになるわ。店員は何も言っていない。でも僕は表情の意味を勝手に探してしまう。現実を見なさい。他人の沈黙へあなたが判決文を書き込んでいるのよ。払う方を選んだ。これで気まずさは消えるとほんの一瞬だけ思った。でも最終額を見た途端、そこまで払うつもりだったかと後悔が始まった。払ったのに負けた気分なのだ。善意まで値札をつけられたみたいなのだ。では払わない世界を見ましょう。金額は増えず店員も何も言わない。それなのに僕の頭では冷たい客だと思われたという物語が始まる。断っただけなのに心の中で謝罪会見が始まってしまったのだ。店員はまだ何も言っていないわ。裁判官まであなたが兼任しているの。次は着席型店舗よ。実際のレシートなら項目の正体を分けて確認できる。商品承継、税、店舗が設定した料金、そしてチップ欄を順に見るの。似た数字が縦に並ぶと全部チップに見えてくるのだ。嘘でしょ。任意チップと自動のサービス料は別物よ。名前と条件を確かめなさい。すでに料金が入っているならさらに払うべきか。そこでまた指が止まる。具体的な割合や最終額は撮影店舗の表示と実レシートで確定すべきよ。昼はテイクアウト、夕方は配車、夜はバー。端末だけが何度も現れる。1日に何回人格を入力させるのだ。心の残高が先に尽きるのだ。これが会計の旅審判よ。1回の金額より判断の反復が重くなる。押した後もあれで正しかったか考える。次の会計まで答えが残り続ける。調査では 77% が判断の最大要因にサービス品質を上げたわ。つまり客は支払いながらサービスの評価まで求められやすいのよ。飲み物の味を考える前に採点者の責任まで背負っているのだ。財布の奥から日本で使ったレシートが出てきた。僕はチップ欄を探した。表にもない。裏まで確かめても感謝を金額へ変える欄が見つからない。何も書いてないのだ。選び忘れたのに会計は終わっているのだ。その空白が彼には異常に見えた。日本で警戒心を失っていたからよ。以前なら普通に寄せたはずだ。今は
なぜ選ぶのか考えてしまう。払っても反省、払わなくても反省。逃げ道がないのは金額ではないわ。取引が終わった後も続く自己評価の時間、それこそ地獄の正体よ。また米国の画面で指が止まった。その瞬間、日本の会計を思い出した。商品を受け取って表示された金額を払ってもう店を出ていいのだ。いいのよ。ここではその取引に必要な入力がもう終わっているわ。評価画面は、感謝の割合は、僕の人格入力欄はどこなのだ。存在しないわ。客の感情まで会計データとして要求していないの。店員に感謝している。でもその気持ちを金額で証明しなくていいのか。この国、取引を取引だけで終わらせているわ。観察すると異常ね。何も起きなさすぎて端末の故障を疑ってしまうのだ。怖いのだ。日本では消費者向け価格を示す場合、原則として税込みの総額表示が必要よ。ただし価格表示がない場合や口頭提示など対象外となる場合もあるわ。日本の会計を並べてみましょう。カフェでは表示額を払って終了する。飲食店でも請求内容を確かめて支払えば通常はそこで取引が閉じる。タクシーもホテルも毎回サービスを100分率で採点するわけではないわ。同じ流れが単調に続くのだ。でも今はその単調さがたっとく見えるのだ。選択肢が少ないから不親切なのではなく、必要な判断だけが残っている。快適さは選択肢の多さではない。不要な選択肢がないことかもしれないわ。日本政府観光局も日本ではチップが一般的でないと案内しているわ。一般的なバー、カフェ、飲食店、タクシー、ホテルでは通常期待されない。感謝はある。でも会計の瞬間にその強さを金額へ換算しなくていい。サービスが無料なのではないわ。最初から取引へ組み込まれているの。客を臨時の給与査定者にせず表示された取引として処理する設計よ。僕は飲み物を買いたいだけで店員の人事評価は担当したくないのだ。日本の異常性。一つ目、客がサービス品質を100分率で採点しないこと。感謝は言葉で伝えられる。決済額へ変換する操作は通常求められないわ。二つ目は、店を出た後に選択の反省会が残りにくいことよ。払った割合を思い返さない。それだけで頭の中が驚くほど静かになる。取引後の脳内ノイズがないのだ。これが聖域の静けさなのだ。安さだけでは測れない価値ね。支払いの後へ宿題を持ち越さないの。三つ目は、税込み価格が先に見えること。同条件なら総額を予測しやすいわ。棚やメニューの数字から支払う金額を先に想像できる。それが安心になる。ただし現実を見なさい。日本にも追加料金の例外は存在するわ。お通し、席料、サービス料など表示や業態を確認すべき料金はある。個人ガイドへの心付けなどチップに近い例外も案内されているわ。日本なら追加料金が一切ないという神話にしてはいけないのだ。総額表示は税込み価格を示す制度で、全ての追加料金を禁じる制度ではない。会計の負担を整理するは、第1は実際に財布から出ていく金銭コスト。第2は税や料金を加えて最終額を予測するための計算コストよ。第3は払うか、いくら払うか、短時間で決める判断コスト。第4は選択型人にどう見えるかを考える対人評価コストだわ。一杯のコーヒーに4種類の請求書が心へ届いていたのだ。この4分類は番組上の分析枠よ。医学や心理学の診断名ではないわ。米国の仕組みを単純な悪として片付けるのも間違いよ。チップは労働者の収入や店舗が採用する賃金設計に関係しているわ。連邦制度には一定条件でチップクレジットを認める仕組みがある。一方で州により高い直接賃金を求めたり認めなかったりするわ。だから問題は払う文化そのものを全額で裁くことではないんだ。何が任意で誰のための金額で最後にいくらになるかを知りたい。それを客が対面で短時間に判断する構造こそ今回の中心なのよ。日本を知る前なら普通に寄せた。今はなぜ僕が正解を作るのか考える。正解が書いてないのに後ろには行列だけが増えていく気分なのだ。日本の聖域は最高のサービスだったからではないわ。会計の後、あなたの脳に宿題を残さないこと、それが正体だったのよ。もう日本のセルフレジ前に住むのだ。布団もここへ敷くのだ。支払い総額が先に見える。このぬるま湯から二度と出ないのだ。後ろの客が待っているわ。聖域を占拠する前に現実を見なさい。店員ではなく後ろの客の無言で退去を求められているのだ。あなたは部人に近いカウンターでチップ画面が出たら迷わず押せるかしら。払うかどうかではなく迷った場面や分かりにくい料金表示を教えて。次回、宿泊費の最終形態、予約直前に変わる一泊料金を観察するわ。会計の裏側まで現実を見たい人はチャンネル登録して待っていなさい。次は最初から最終額を見せてほしいのだ。